この映像は2023年9月20日にアメリカ・アリゾナ州でとある保護施設から脱走した少女と警察のやり取りを捉えたものです。 Emily, can you please stop for me so I can talk to you? Come with me, okay? No, I don't want to go back. Let's talk, okay? It's okay. Hey, you're not in trouble, okay? It's okay. Emily, I need you to come with me, okay? 警官に呼び止められたその少女の名はエミリー・パイク。エミリーは施設には戻りたくないと泣き叫びますが、警官は構わず彼女を施設へ送り届けました。そして施設へ戻されてしまったがゆえに、エミリーは後に殺されバラバラにされてしまうのです。保護施設から脱走し、最後はバラバラ遺体となって発見された少女。少女はなぜ何度も脱走を繰り返したのか。彼女を苦しめ最悪の結末を招いたのは、言われもない問題児というレッテルだったんです。おさすけんちゃんです。みやみこんです。あなたのさ、ここぞという時のエナジードリンクってなんかある？ここぞという時のエナジードリンク、そのアナザースカイとか、俺の勝負飯とかさ、そういう感じのやつ、ね。アナザースカイではないけど、僕はここぞという時、ドリンク限定？そう。ドクターペッパーかな。ドクターペッパー、エナドリじゃないんじゃないの？いや、エナドリは飲みたくない。エナドリって飲みたくないじゃない。私ももうモンスターとかレッドブルとか飲まずに何年も経ってんだけど、でもなんかちょっと発奮させたいな自分をみたいな時に飲むものがあって、蝶々なの？いやいや、発する粉じゃないのよ。いや、なんか自分でカツを入れるみたいなね。そうそうそう。オロナミン C を飲むのね。消去法的にオロナミン C になってるだけであって、例えばユンケルがいいよとか、リボビタン D がいいよとか、なんかそういうのがあったら教えてほしいなと思って。あなたなかった？まあ、リボビタン D とか結構簡単で、カフェインで覚醒させるタイプか、有効成分で上げるタイプかで、後者だったらいいんじゃねみたいな。じゃあ分かった、みんなにしたい質問。有効成分が何かを教えて。知らないから。今回はアメリカ・アリゾナ州で起きた非常に胸くそ悪い事件をご紹介します。これね、ある少女が施設に入れられて脱走を繰り返しているうちに、最後にはね、悲惨な結末を迎えてしまうというね、非常に悲しく、そして胸くそ悪い事件なんです。脱走繰り返してるっていうことは、相当劣悪な環境だったってこと？まあそれもあるんですけど、一番の問題はね、この少女が施設に入れられる理由なんていうのはなかったっていうことなんです。彼女はなぜ施設へ入れられ、そして脱走を繰り返したのか。被害者なのに。2025年1月27日、アメリカ・アリゾナ州メサ。夜7時19分、砂漠地帯の大都市にある保護施設セイクリッドジャーニーの敷地内に金属が倒れるような音が密かに響きました。網戸を蹴って外し、窓から這い出てきたのはピンクとグレーのストライプのシャツを着た少女。彼女は14歳のエミリー・パイク。エミリーは注意深く周囲を見回しながらそそくさと施設の敷地を出ていきます。もうここには戻りたくない。おばあちゃんやお母さんのところに帰るのよ。緊張した面持ちで足早に街を進んでいくエミリー。彼女が施設を脱走するのはこれでもう4回目でした。なぜエミリーはそれほどまでに脱走を繰り返しているのか。実は彼女は家族も納得できないまま、あまりにも理不尽な理由で施設に入れられていたのです。時は2年前まで遡り、2023年の夏、アリゾナ州サンカルロスアパッチェ居留地で警察に1本の通報が入りました。親戚のおじさんに体を触られるんです。電話をかけてきたのはそう、エミリーでした。エミリーは先住民族サンカルロスアパッチ族の少女。部族間のつながりが濃いその土地で、彼女は頻繁に自宅を出入りしている親戚から性被害に遭っていたといいます。彼女の訴えで警察が動き、容疑者は直ちに逮捕。しかしこれで問題解決とはいかず、容疑者はすぐに証拠不十分で不起訴処分となってしまうのです。それも無理はありません。なぜならこの事件を担当したのは性犯罪の対応には不慣れな狩猟漁業局のレンジャーだったから。サンカルロスアパッチ族の居留地はソノラ砂漠から高山森林地帯まで広大に広がっていますが、配置されている警察官はわずか22人。エミリーが暮らしている遠隔地までは手が回らず、専門外のレンジャーが対応する形となってしまったのです。また別の報道では、親族側に加害者を守ろうとする動きがあり、被害者のエミリーが孤立してしまったことも不起訴の要因とされています。こうしてエミリーに性的暴行を働いた親族は野放しとなり、事件後も平気な顔で彼女の家に出入りしていたのです。いやいやいや、不起訴になったのも意味わかんないしさ、いくらなんでもこれは引き離さないとエミリーがかわいそすぎない？実はその引き離しってのが不本意な形になったため、エミリーは施設行きになっちゃったんです。
2023年8月、部族のソーシャルサービスの判断により、エミリーはアリゾナ州メサの保護施設セイクリッドジャーニーへ入所することに。やだ、家に帰りたい。エミリーの実家からは160キロ以上離れているその施設。いきなり家族から引き離され、全く文化の異なる都会の施設へ連れ出されることをエミリーは強く拒絶しました。なぜ性犯罪者が自由の身になって被害者であるはずのエミリーが隔離されなきゃならないんですか？家族は声を荒げてそう訴えますが、決定が覆ることはありません。そしてこの決定は、表向きはエミリーを危険から保護するという名目でしたが、実際は彼女に対する問題行動を起こす子供という偏見があったと考えられます。その理由はエミリーの家の劣悪な環境にありました。家の中にはガラス片やゴミが散乱し、屋根は布で補修しているような状態。加えて母親は薬物依存症のリハビリ中で、父親は放火や器物損壊の罪で服役中でした。一方でエミリー自身は温厚で物静か、動物を愛し、将来は獣医になることを夢見ているような至って健全な少女なのですが、家庭の背景から問題児とみなされてしまったのです。心理学上でもね、本人には問題がなくても荒れた家庭出身だっていう情報を聞くと、その人にはなんか問題があるんじゃないかっていうバイアスを持つ傾向が人間にはあるんです。エミリーが保護された背景にもその心理の影響もあったとされてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ラベリング効果について。ラベリング効果とは、一度貼られたイメージやレッテルによってその後の能力や行動まで歪んで見られやすくなる心理のこと。例えば2021年、アメリカの社会学者アシュリー・メッツガーとローラ・ハミルトンは2万人以上を対象に ADHD と診断された子供に対する教師からの評価を分析しました。すると ADHD の子供は実際のテスト成績にかかわらず、学力が水準より下とみなされやすかったといいます。その傾向は算数で約 1.26 倍、読解で約 1.39 倍。エミリーもまた、母親の薬物依存や父親の犯罪歴など、家庭環境から問題児とみなされるラベリング効果が働いていたと考えられます。訴えられた加害者が自由の身となり、被害者であるエミリーの方が施設行きとなってしまった。その背景にはそうした偏見の側面もあったのです。家柄が悪いから本人も悪いってもすごい雑な見方よね。でも人間ってものなんかそういう偏見を気づかずに持ってるもの、無意識のうちに持ってるものだから、本当なんかこういうのを聞いて気をつけないとよね、自分を顧みて。家庭環境は確かに大事なんですけど、環境にね、負けずにまっとうに育つ人も全然世の中にはいるんでね。そして施設の入所以来、エミリーは脱走を繰り返すんですけど、彼女はね、一体そこでどんな扱いを受けていたんでしょうか。あそこには戻りたくない。2023年9月11日、エミリーは施設のルームメイトと2人で最初の脱走を試みました。その日の夜、警察は市内の公園で彼女を発見。あそこには戻りたくないわ。床に膝をつけて四つん這いになって掃除をさせられるのよ。言葉面からは伝わりにくい部分もありますが、必死に訴えるその姿は施設でどれほどひどい扱いを受けているかを物語っていました。一緒にいた少女にしても、あんなところへ戻されるなら刑務所の方がマシと口にするほど。しかし結局、警官は少女たちの言葉に耳を傾けることなく、2人をなだめながら施設へ連れ戻したのです。それから9日後、エミリーはまた施設を抜け出しました。Come with me, okay? No, I don't want to go back. Let's talk, okay? It's okay. Hey, you're not in trouble, okay? It's okay. Emily, I need you to come with me, okay? 夜10時、市内の運河沿いを歩いているところを警察に保護されたエミリー。彼女は号泣し、何度も施設に戻りたくないと訴えました。あそこの人は何を言っても分かってくれないし、助けてくれない。お母さんに会いたい。おばあちゃんに会いたいの。またエミリーは職員と入居者がしょっちゅう怒鳴り合っていて怖いとも話し、やはり施設の体制に問題があることを匂わせました。しかしこの時もその話が聞き入れられることはなく、エミリーは一度精神保護施設へ送られますが、その後すぐに元いたセイクリッドジャーニーへと戻されたのです。ちょっとエミリーだけの言い分だと判断が難しいところまだあるんだけど、この施設ちょっと入居者の扱いがひどそうよね。ほんとそうなんですよ。そしてね、その証拠にこの後施設内で悲惨なね、事件が起こるんです。エミリーが施設へ来て2ヶ月後の2023年10月31日、彼女は3度目の脱走を試みます。しかしこの日は数時間で自分から施設へ戻ってきたのです。外で変な薬を飲まされたの。ルームメイトに向かって不安げにそう話していたエミリー。その話は職員もそばで聞いていたのですが、施設は何の医療措置も取りませんでした。本人に目立った異変がなかったため、様子を見る判断だったのかもしれませんが、万が一を考えればこれは適切な対応とは言えないように思えます。そしてこの約1週間後、エミリーはクローゼットの中で
未遂をしました。このように入所以降の経緯から見て、施設のエミリーに対する扱いは明らかに問題があるように見えます。しかし彼女の SOS はことごとく無視されたのです。このままじゃまずいことなんじゃないの？おっしゃる通りで、この後ね、エミリーは最悪の結末を迎えてしまうんです。最後の脱走。お願い、お母さんと話がしたいの。2025年1月27日の午後、エミリーは施設の職員に何度もそう訴えていた。この施設では入居者が携帯を持つことが許されていない。そのため家族と連絡を取りたい場合は職員の許可を得てパソコンを使用するしかなかった。しかしダメよ。何度訴えても職員は首を縦に振らない。それは脱走を繰り返すエミリーを問題児と見ての当てつけだったのか、貸し出せない理由が他にあったのか、真意は定かではない。職員に突っぱねられ肩を落として自室へ戻っていくエミリー。彼女はこの時最後の脱走を決意した。こうなったらヒッチハイクしてでも家に帰るわ。その日施設へは教会のグループが訪問しており、子供たちとレクリエーションをしていました。施設が賑わっていたその隙を突き、エミリーは自室の網戸を外して脱走。そして4度目のこの脱走が結果的に最後の脱走となってしまいます。エミリーが施設を抜け出してから3週間後の2025年2月14日、彼女は160キロ以上離れた国道沿いでバラバラ死体となって発見されたのです。ちょっと急展開すぎない？いくらなんでも抜け出した後何があったっていうのよ。それがね、今もなおね、何も分かってないからこれ不気味なんですよ。2つの黒いゴミ袋に入れられ国道沿いに捨てられていたその遺体。一つには頭部と胴体、もう一つには足が入っており、腕と手は現在も見つかっていません。遺体は顔面と頭部に激しい損傷を負っており、司法解剖の結果死因は鈍器による頭部外傷と断定。歯科記録によりその遺体は紛れもなくエミリーのものであると特定されました。現場に血痕はなかったため、警察は彼女が別の場所で殺害されそこへ運ばれたと推測。周辺地域で大規模な家宅捜索が行われ、重要参考人も挙げられましたが、未だに犯人は見つかっていません。エミリーのルームメイトによると、彼女は脱走の直前、母親のほか居留地にいた頃にギターレッスンで知り合った少年に会いたがっていたといいます。ヒッチハイクをしてでも家に帰ろうとしたんだと思います。そして偶然乗ったのが悪い人間の車だったのではないかとルームメイトは話します。また皆さんもお気づきかもしれませんが、エミリーは偶然殺人事件に巻き込まれたわけではなく、この事件は未然に防げたはずでした。彼女が脱走した際の施設の対応はずさん、そして無関心すぎると言わざるを得なかったのです。施設の印象最悪なんだけどさ、まだなんかあんの？いや、そうなんですよ。エミリーがね、施設を脱走した際の施設側の対応っていうのも、ちゃんとエミリーを保護してんのかって疑うレベルの対応っぷりだったんです。軽んじられた少女。エミリーが施設を脱走した後何日も戻らなかったにもかかわらず、警察は市民のスマホなどに通知を届ける警報システムアンバーアラートを発令しませんでした。それはエミリーの失踪が単なる家出と判断されており、危険度は低いと見られていたため、原因は施設の対応にありました。施設はエミリーの脱走が発覚した当日の夜8時19分に警察へ通報。それ自体は良かったのですが、問題はこの時の受け答えにあります。脱走した子に精神的な障害や自分自身を傷つける可能性、または他人に危害を加える危険性はありますか？施設から脱走を繰り返し未遂をして精神保健施設に入院したこともあるエミリー。彼女を放っておけば危険なのは明らかでした。しかし施設職員は警察の問いにこう答えたのです。いえ、そのような問題はないかと。さらにこの時施設職員はエミリーの名前のスペルを間違え、年齢も14歳ではなく15歳と間違って伝えました。これは単なる言い間違いの問題ではなく、彼女がいなくなったことにまともに取り合う気がなかったのではないかとすら思えてしまいます。さらに驚かされることに、エミリーの失踪が母親に伝えられたのは彼女がいなくなってから1週間が過ぎてからでした。本来は施設からケースワーカーへすぐに連絡する義務があり、ケースワーカー経由で家族にも連絡が行くはず。施設は事態を重く捉えておらず、これらの連絡義務を怠っていたのです。そうした施設の判断にもエミリーに対する問題児というラベリングが影響していたように思えます。どうせいつもの家ですぐに戻ってくる問題児のイメージから来るそれらの思い込みが事態の軽視につながったのではないでしょうか。いや、ちょっとありえないでしょう。確かにさ、エミリーの脱走ってのは日常茶飯事だっ
ったのかもしれないけど、だからって言って対応しなくていいっていう話にはならないでしょ。ほんとそうなんですよ。こういう事件を見ると、いつもは大丈夫でも、いつ大丈夫じゃない時が来るかっていうのは、誰にもわかんないなって改めて思い知らされますよね。エミリーの父ジェンセン・パイクは施設の過失を指摘し訴訟を提起。すると施設は反省を見せるわけでもなく驚くべき弁明を展開します。私たちはエミリーが脱走した際、規約に従って対応していました。不備は一つもありません。その弁明の根拠として施設側が持ち出したのがハンズオフファシリティと呼ばれる施設の運営方針。この方針では職員が入居者を絶対に拘束しないことが原則とされており、脱走の際に物理的に体を押さえて止めるのも禁止となっています。その代わりに施設は脱走後に警察に通報しており、規約上の手順は守っていたというのです。そもそもそのような施設に入ることになったのは家庭環境が原因で、責任は両親にあるのではないか。あろうことか施設側はそう言って両親の責任を主張したのです。しかしたとえ脱走を止められなかったとしても、施設から警察への受け答えやケースワーカーへの連絡の遅れを踏まえ、本当に不備がなかったと言えるのでしょうか。施設の体制に問題があるのは明らか。その証拠にエミリーのケース以外にも、この施設では過去3年で30回以上も入居者が失踪しているのです。その多くは後に施設へ戻っているとされますが、エミリー以外にも17歳の少女が長期間行方不明の状態。施設の CEO は子供たちは自分の子供のように大事に育てていると話しますが、そうであればこれほど脱走が相次ぐのはなぜなのでしょうか。裁判は遺族側と施設側の対立により長期化しており、2026年3月現在も法廷闘争が続いています。2025年3月10日、エミリーの失踪時にアンバーアラートが発令されなかったことに対し、アリゾナ州議事堂前で100人以上が抗議デモを行いました。この訴えかけにより、後にアリゾナ州ではエミリー法とも呼ばれる先住民専用の警報システムターコイズアラートを制定。エミリーの事件は大きなきっかけとなりましたが、それ以前に先住民の女性が事件に巻き込まれる割合が異様に高いこともこの法律の背景にあります。例えば2024年だけでもアメリカ先住民やアラスカ先住民の失踪事案は約1万件。一部の居留地での殺人率は全国平均の10倍に達します。先住民がこれだけ被害に遭いやすい背景には、白人に比べてメディアに取り上げられにくく、捜査のリソースが投入されにくいという事情があります。エミリーが親族から性的暴行を受けた際、対応したのが専門外のレンジャーだったことを見ても、その理由は明らかです。ターコイズアラートの制定は、そうした問題に対する改善の兆しに見えます。一方でターコイズアラートには、エミリーの事件を教訓にしきれていない矛盾も存在するのです。警察はエミリーの失踪に対し、単なる家出とみなしたためにアンバーアラートを発令しませんでした。その条件はターコイズアラートでも変わらず、家出はアラートの対象外となる可能性があるのです。制度が変わったように見えても、最初に家出と判断された瞬間、救えるはずの命が取りこぼされるのだとしたら、その仕組みは本当に十分だと言えるのでしょうか。